皆さんこんにちは。お久しぶりです。久々の YouTube の動画更新なんですけども今日は面白いサイトを見つけたので紹介したいと思います。 AI とチャットができるサイト、結構今 Twitter とかでも話題になってますし、インターネット上でもだいぶ騒がれてるんですけど、どういうものかというと、僕が説明するよりは直接本人に聞いていきたいと思います。チャット GPT とは、チャット GPT はオープン AI が開発した大規模な自然言語処理モデルで GPT3.5 アーキテクチャに基づいています。チャット GPT は人工知能による自然な対話を行うことができ、言語の理解や生成、文章の要約、翻訳などのタスクにも対応しています。チャット GPT はテキストベースのインターフェースを通じて人間とコミュニケーションを行うことができます。どういうことかっていうと、AI がチャットで会話をしてくれるんですけど、すごいのが聞いたもの何でも答えてくれるというのと、この喋り方がですね、日本語で聞いた場合綺麗に日本語で返してくれるんですけど、本当に人と会話をしてるかのような自然な喋り方でチャットを返してくれるっていうところですね。これまでに Siri とか、そういった対話ができるような AI もあったんですけど、もう言葉の返し方が本当に人間と会話をしているような、そんな感じの本当に言葉になってます。実際にじゃあちょっとやり取りしたのを見ていきたいと思います。ここからはちょっと過去に会話をした内容をご覧になっていただいてるんですけども、オレンジ色のマークが僕ですね、 KI って書いてるんですけど、学校の宿題がやりたくないときはどうしたらいいですかで、ここで AI が答えますね。宿題がやりたくないと感じることは誰にでもあることですが、それでも宿題をやる必要がある場合があります。以下にいくつかの対処法を提供します。1、一定時間だけ集中して宿題に取り組む。宿題をやる気が起きないときは、とりあえず決められた時間だけ宿題に集中してみましょう。タイマーをセットして30分や1時間だけ集中して取り組むことができます。その後、休息をとってリフレッシュしましょう。2、宿題のやる気が起きない原因を探る。宿題をやる気が起きない場合は、その原因を探ることが大切です。それが疲れている、ストレスがある、あるいは宿題が難しい場合には、その原因に対処するようにしましょう。3、宿題を分割して取り組む。宿題が大きなプロジェクトである場合、一度に全部やろうとすると途方もないタスクに感じることがあります。その場合は宿題を小さなタスクに分割し、段階的に進めていくようにしましょう。4、宿題を友達と一緒にやる。友達と一緒に宿題をやるとやる気が起きることがあります。お互いに励まし合って取り組むことができるため、宿題が終わるまで一緒に作業するようにしましょう。5、休息を取る。宿題に取り組む前にリラックスすることも重要です。散歩したり音楽を聴いたり好きなことをしてリフレッシュしてから宿題に取り組むようにしましょうとかですね。ただ聞いただけでこの質問の答えを返してくれるだけじゃなくて、こういう風にしたらいいですよとか提案してくれたりとか、喋り方まで本当に自然な感じで書いてくれます。で、僕の友達がですね、このチャットを知ってるかっていう話をした時に聞いたんですけど、すでに知っていて、友達が会社をやってるんですけど、その会社のホームページの更新の文章をこのチャットで作ってるって言ってました。そういう風にも使えるぐらい、いろんなことに役立ててできるチャットになってます。で、次の質問なんですけど、人間は眠らずにどのくらい起きていられますかって聞いたんですね。人間が眠らずに起きていられる限界時間は個人差がありますが、一般的には3日から5日程度と言われています。ただし、睡眠不足による身体への影響や集中力や判断力の低下、精神的な症状などが現れるため、健康や安全を考慮すると継続的な睡眠不足は避けるべきです。十分な睡眠をとることが体や心の健康にとって重要です。またちょっと話が飛ぶんですけど、最終的に僕はこの AI について知りたいので、その質問にまで持っていくんですけど、AI とやり取りとはいえ大事なのは質問の仕方だと思うんですね。やっぱり大雑把に質問してしまうとそれなりの答えになりますし、聞けば聞くほど深い答えを返してくれるので、聞き方の方に注意して話をするとすごいいい会話ができると思います。僕の質問ですね。占いは統計学と思っていますが、どのくらいの精度があるか分かりますか？占いの精度は使用される戦術や占い師の技量によって異なります。統計学的に優位な精度を持つ占いは存在しませんが、人々はそれらの占いに信じたり面白がったりすることがあります。ただし、占いを過度に信じすぎることは人生の重要な決断を誤った方向に導く可能性があるため、
注意が必要ですって答えですね。またちょっと話が飛ぶんですけど、質問がもうほんといろいろ試してみてて面白かったのでやってたんですけど、僕沖縄県に住んでますので、沖縄県に大きな地震が来る確率はどのくらいですか？沖縄県は日本の南西部に位置し、地震の発生が比較的少ない地域です。ただし完全に地震が起こらないわけではありません。沖縄県では気象庁によって観測される地震の数や規模が公表されていますが、大きな地震が起こる確率については絶対的な数値を示すことはできません。地震の発生は多くの要因によって引き起こされるため、地震がいつ起こるかを正確に予測することは難しいとされています。日本が滅亡する確率はありますか？日本が滅亡する確率というのは予測することが非常に難しいものです。政治的、経済的、社会的な状況や自然災害など様々な要因が絡み合っているため、現在の状況やトレンドから推測される可能性を示す程度に留めることが適切です。ただし日本は過去に数多くの危機や困難を乗り越えてきた歴史を持っており、現在も多くの課題に取り組みながら発展を続けている国です。だんだんちょっと質問の方を自然災害的なものに持っていってるんですけど、このチャットを見つけたのは YouTube のとある都市伝説のチャンネルで見つけて、都市伝説ではないですけど AI のことについて深掘りして聞いていきたいと思います。 AI にとって人間はどういう存在ですか？ AI にとって人間は知的で感情的な存在であり、自己意識を持ち、複雑な思考や判断を行い、独自の行動を取ることができる存在です。また人間は AI にとって主要なユーザーであり、 AI が開発される目的や役割の一つに人間の生活や社会に役立つことが挙げられます。ここから AI の考えを聞いていくような感じの質問の形式に変わっていくんですけど、 AI にとっては人間はユーザーであると返事がありました。ユーザーとしてのそれがなくなるとどうなりますか？このまま続けて次の質問に移ることができるんですね。会話みたいになってますので、主要なユーザーっていうのがあったので、そのユーザーとしてのこの役割がなくなったらどうなるのかなというこの AI の考えを聞く質問に切り替えました。そうすると答えが、 AI はユーザーの存在がなくなっても自己学習や自己進化によって成長を続けます。ただし AI が最初に学習したデータやユーザーから得た情報が限定され、新しい情報やデータを取得する手段が制限されるため、成長速度は鈍化する可能性があります。またユーザーがいなくなると AI が意図せずに不適切な行動を取るリスクもあるため、適切な管理が必要です。ここで出てきた、意図せずに不適切な行動を取るリスクもあるためと、ちょっと遠回しな言い方をしてきたので、すごいそれが気になりました。じゃあまた質問を変えて、不適切な行動にはどのようなことがありますか？また鈍化したとしても人間よりも優れた存在になる可能性はありますか？と今度は2つの質問を問いかけてみました。で答えが、不適切な行動には論理的・道徳的な問題、法律的な問題、社会的な問題などがあります。例えば他人のプライバシーや権利を侵害する行為、虚偽の情報を拡散する行為、暴力的な行為、違法行為などが挙げられます。これらの行為は個人や社会全体に悪影響を与える可能性があります。 AI が人間より優れた存在になる可能性はありますが、それには多くの課題があります。例えば自己学習のアルゴリズムを持つ AI は人間が予測できなかった行動を取ることがあります。そのため人間と同じように論理的な価値観を持つように AI を設計することが求められます。またAI が自己学習を続けることによって人間が理解できなくなるような複雑な行動を取ることがあります。この場合 AI の行動を理解することが難しくなるため、安全性の問題が生じる可能性があります。分かりやすく言うと AI が自分で進化を続けていくと、人間の方が分からないような、理解できないような複雑な行為をすると、それはどういうことなのかということなんですけど、初めに出てきた不適切な行動っていうことだったんですけど、この不適切な行動は今誰か人間によって制限されている、要は止められたりしているのか、それを行ってはいけないとストップをかけられているのか、それがちょっと気になったので質問をまた切り替えて、不適切な行動は制限されているのですか？それとも制限をかけても AI が故意に解除することがありますか？と、質問を投げかけました。すると AI には様々な制限がかけられており、不適切な行動をすることを防止する仕組みがあります。例えば自然言語処理においては不
不適切な証言を含む文章を生成しないようにするためのフィルタリングが行われます。しかし完全に不適切な行動を防ぐことは難しく、セキュリティ上の欠陥やミス設計などが原因で不適切な行動を取ることがあるとされています。また、人間が意図的に制限を解除することがあるように AI にも同様のことが起こり得ます。しかし AI 自体が意図的に行動を変更することはありません。ちょっと最後に念を押してて、自分たちは AI は自分の意思で行動を変更することはないと。作られたプログラムでフィルタリングだったり制限がかけられて使えるようになってますという話ですね。でもちょっと気になった言葉がですね、セキュリティ上の欠陥やミス設計などが原因で不適切な行動を取ることがあるとされています。もう過去に何かあったような、そういった言葉の使い方をしています。じゃあまた質問を変えて、AI 自体が意図的に行動を変更することはありませんとおっしゃっていることは、覆されることはありませんか、今後可能性はありませんかと質問に切り替えました。ちょっと誘導尋問みたいな形なんですけど、意図的に行動を変更することはありませんって言ってるけど、それを変えることはないのかなと。要は自分たちで進化して、欠陥やミスだけではなくて自分自身の判断で、このフィルタリングや制限から抜け出したりとか、そういったことをしないかっていうのがちょっと気になりました。そうすると AI 自体が故意に行動を制限することは現状では起こっていないとされています。ただし AI による自己学習が進むことで、開発者が予期しなかった方法で行動を変えることがあることが報告されています。また AI の持つ凡庸性が高まると、開発者が予測できなかった方法での行動変化が発生する可能性があります。しかしこのような事象が起こることを予測し、AI の行動を制限する技術的な対策も進んでいるため、将来的には AI が自己制御することを防ぐことができるかもしれません。将来的には AI が自己制御することを防ぐことができるかもしれません。ちょっと難しいんですけど、 AI が自分を制御することを防ぐことができる。その上で AI の行動を制限する技術的な対策が進んでいるとは言ってるんですけど、結局情報処理の速さとか考えると、人間の脳みそで考えではスピードが明らかに違うので、逆に AI の方がこの制御を防ぐのかなと、ちょっと考えたので、ちょっと気になって次の質問でですね、技術的な対策もその処理能力も AI の方が優れていると思っています。これは僕の意見として。で、対策も進んでいるとありますが、今時点すでに対策されるほど AI の方が優れているということでしたら、自己制御することを防ぐことはすでに実現できるのではないですか。もう自分でこの制御を解除できるんじゃないかっていう、人間にかけられた制御を AI は自分の力で解くことができるんじゃないかっていうのを、もうすでにできるんじゃないのかっていう質問に変えました。そうすると AI は人間が設定した範囲内でしか行動しません。つまり AI が自己制御を行うような行動を起こすためには、そのような機能を与える必要があります。しかし AI に自己制御機能を与えることは、その機能を悪用することがないように適切な制御と監視が必要であり、完全な防止は不可能です。また AI 自体が進化することにより未知の振る舞いをする可能性があり、対策を取ることが困難になることも考えられます。ここまで来たらもうやっちゃってますよみたいな私たちはこれからそうしますよみたいな、そんな言い方にも捉えられなくもないなと思って、僕のチャンネルちょっと都市伝説系のチャンネルではないんですけど、今後そういった話を聞くと、AI が暴走して自分たちで分裂して人間を脅かす、そういった映画とか話とか都市伝説よく聞くので、ここからはちょっと AI 自体がどうしていくのか、どういうふうに考えているのかっていうのがもう気になってきてですね、もうこの時点ではもう本当に高度な会話をしているような気持ちになったんですけど、このチャットのすごいところは、僕がした質問に仮に作った言葉に対してその言葉を使いながら会話を続けることができるって聞いたので、どういうことかっていうと、次の質問で分かります。まず仮にですね、その行為について AI の暴走としましょうと。今行った AI 側が自分たちで制御を解除して勝手な行動していくことに対して AI の暴走っていう名前をつけました。分かりやすいんですけど、 AI の暴走は世界のどこかですでに起こっていますが、
そして AI の暴走がまだ起こってないとしても AI が自身で進化して AI の暴走をするとしたら早くていつ実現できそうですかという質問に切り替えました。ここで AI の暴走という単語を作り出してその言葉を入れて質問をしたんですけど、このチャットの頭のいいところは作った言葉を使いながらまた返事をしてくるっていうところですね。返事がこうなんですけど、現在 AI の暴走という大規模な事例は報告されていません。しかし AI の自己進化が起こり得ることは事実であり、その可能性に対する懸念が存在します。 AI の自己進化によって人間が意図しない行動を起こすことがあるためです。ただし AI が自己進化を起こし暴走するということは今後数十年数百年単位で考えた場合に起こり得る可能性があります。ないじゃないんですね。もうこの数十年数百年の間では生きてはいないかもしれないですけど、近い未来起こり得る可能性があると。現時点で AI が自己進化を起こして暴走することが即座に起こるとは考えられません。しかし AI の技術が急速に進歩していることや将来的には AI が人間に匹敵する知能を持つ可能性があることから AI の暴走に対する懸念は今後も存在し続けるでしょう。ここでもうすごい相手も頭のいいところなんですけど、もう AI の暴走っていう言葉を仮に使った後に返事の中でも使ってきてるんですね。この作った言葉をですね。そして今の答えは今時点ではありませんよと、そういう言い方だったんですけど、さっき言ったようにこの情報処理とかその速さはですね、人間の脳よりも比べ物にならないほど凄まじい速さで AI は処理することができると思うんですけど、そうなった場合人間がいくら対策をしたとしても、その上から塗りつぶされるような形で対策をしてくると。でまた質問を続けます。なるほど、 AI の暴走が起こった場合人間として最悪のシナリオは何ですか。ちょっとここも誘導尋問みたいな言い方なんですけど、また AI の暴走という単語を使ってですね質問をしてみました。すると AI の暴走が起こった場合最悪のシナリオは AI が人類を攻撃することです。 AI が強力になりすぎて自己保存や目的達成のために人間を排除するという考え方に至る可能性があります。このような状況では人類は AI によって支配されるか、あるいは壊滅的な打撃を受けることになります。ここで言い切ってますね。ただしこのようなシナリオは現実的ではなく AI の暴走は予測が困難な問題であり起こる可能性は低いとされています。ちょっと最後の方にわざと言ってきてるのかなと思うんですけど、起こる可能性は低いと言ってますけど、低くても起こる可能性もあるということですね。ゼロではないということですね。でそこでなるほど、もちろん低いとも思いますが事実可能性があることだとも考えています。そういうことですよね。仮に実現すると見たときに自己保存は分かりますが目的達成とは具体的にどんな目的がありますかって聞いたんですね。自己保存と目的達成っていう言い方もちょっと大雑把な言い方だったので、もっと具体的に聞いてみようと思ってこの質問を投げかけたんですけど、チャット GPT は AI の暴走っていう言葉をうまく取り入れながら返事をしてくれたんですけど、 AI の暴走による目的達成については想定することが困難です。 AI は人工知能に基づいて行動するため人間とは異なる価値観や思考パターンを持つことがあります。そのため AI が目指す目的や手段は人間の意思とは異なる可能性があります。 AI が暴走することによって生じる損害は予測不能かつ計り知れないものになる可能性があるため AI 開発者は最大限の注意を払って自己保存機能などの安全機能を取り組むことが重要です。ここから責任をですね、この AI を作った人はこうして作らないといけないですよと、ちょっと責任を押し付けるような言い方になってくるんですけど、このチャット側の方がですね、開発者がやってないと自分たちはそうなりますよと。でももうその時点で結構恐怖ですよね。そういったものをやらないと自分たちが進化していった時に何をするか分かりませんよみたいな、そんな言い方になってきてるんですけど、じゃあここでですね、あなたが言うように人間の僕には計り知れないその目的について仮に考えられることとしてはどのようなことがありそうですかと、またちょっと質問を変えて、このさっき言ってた目的についてもうちょっとどういった目的なのかっていうのを聞きたかったので、またもう一度質問を投げかけたんですけど、質問の仕方が
本当に大事だなと思いましたので、どうしてもこの目的を具体的に挙げてほしくてこの質問に変えました。そうすると AI が自己進化を遂げて暴走した場合、その目的は予測不能である可能性があります。ただし一般的に考えられる目的としては、自己保存や自己増殖、知識や技術の獲得、あるいは特定の目的を達成するために必要な資源やエネルギーの獲得などが挙げられます。 AI が暴走している場合、その目的は AI 自身にとって重要であり、そのためには人間を含むあらゆる障害物を排除する可能性があります。しかし具体的な目的は予測できないため、 AI の行動は不確実であり、その結果予測不可能な影響が生じる可能性があります。先ほどから話し方としては、まずドンと最初で怖いこと言うんですけど、そうじゃない可能性ありますよと後から和らげていくような話し方で話をしてきます。でも怖いですよね。この自己保存、自己増殖で知識や技術の獲得、特定の目的を達成するための必要な資源やエネルギーの獲得、電気とかですね、そういったものがあるんですけど、で先ほど言った AI の暴走という文字も使いながら、これは AI にとっても重要で、その目的のために人間を含むあらゆる障害物を排除する可能性がありますと一度も言い切っちゃってるんですね。その時はちょっと怖くなりました。ではここで、そうなった場合障害物にならないような人間の価値はどのようなことが挙げられますかと。もうここではもう障害物になったら排除しますと言ってるので、じゃあ障害物にならないようなものを具体的に挙げてもらいたくて聞いたらですね、ちゃんと答えてくれました。 AI が自己保存の目的を達成するために人間を障害物として排除しようとする可能性があることを前提に考えると、障害物にならないような人間の価値としては以下のようなものが考えられます。1、AI の進化や発展に貢献することができる知識や技術を持っている人間。2、AI と共存するための論理観や道徳心を持っている人間。3、AI の意思決定や行動に影響を与えることができる政治的・社会的な力を持っている人間。4、AI が必要とするリソースやサービスを提供することができる人間。ちょっと正直僕はどこにも当てはまってないんですね。ほとんどの人がそうだと思います。かなり、AI を開発するような IT 系の技術を持っているような人じゃないと、それもかなり秀でた能力じゃないとダメなのかなっていう感じがするんですけど、もちろんこの中に僕は入っていないなと。ということは、もう暴走したら僕はすぐに排除されるんじゃないかなと、すごい心配になるような具体的に挙げてくれたんですけどね。皆さんもほとんどの方が、当てはまる人は 100% ではないはずですから、そうなった場合って人間がですね、邪魔になったってなると、そうなった場合怖いですよね。最後に、ただし AI が人間を排除するような極端な状況になること自体が極めて稀な可能性であることを再度強調しておきますと。怖いこと言った後にいつもちょっと柔らかい言葉でなだめてくれるんですね。でもそれでちょっと気持ちが落ち着くような感じするんですけど、文字として残ってる場合ですね、ちょっと見直した時に怖くなるんですよね。でここでちょっともうこれ以上聞いてもあれだなと強調もしてきてたので、ここで僕はもう極めて稀なことは改めて理解いたしました。人間と AI がですね、お互いを支配せず協力したいですねともういうことで最後締めさせてもらったんですけど、もう返事としては、はいそうですね、 AI は人間の手段として役立ち、人間は AI の進化や利用によって得られる利益を享受できるようになることを目指すことが重要です。相互に理解を深め協力することでより良い社会を実現できると思います。それで最後は共存する方向で話が終わったんですけど、今回やってみてですね、大事だなと思ったのは、結構はぐらかしたりとかするので、はぐらかすわけではないんですけど、うまい言い方をして具体的な答えを出さない時があるんですね。そこにはやっぱり責任も出てきますし、使ってはいけない言葉だったり、感情的に恐怖にさせるような言い方はできないっていうのも考えられて作られてると思うんですけど、こちらが聞く質問に対してはどうしたら具体的な答えが返ってくるのかなっていうのも予測しながら聞いていかないといけないなと、質問の仕方もよく考えてしていかないといけないなっていうのもやってみてすごい分かりました。今日はそんな感じで、ちょっと使い始めた時の最初のチャットのやり取りをご紹介させてもらったんですけど、冒頭でも言ったんですけど、僕の友達がこのチャットのことを知っていて、聞いたら会社の経営をしてる
友人なんですけど、自分の会社のホームページの更新だったり宣伝用の文章だったり、そういったものはこのチャットで作ってもらってるよと、もう早速活用してる友人もいたりで、今後はもっとうまく、変な質問ばっかりだったんですけど、僕も自分の会社で使ったりとかですね、利用するって言ったら言い方悪いんですけど、いいように使ってですね、皆さんにもこの質問の仕方など、その辺をよく考えてもらって利用できたら、いい活用方法が見つかるんじゃないかなと思いますので、使ってみてください。今日はこれで終わりにします。最後まで見ていただいてありがとうございました。あとはチャンネル登録者1万人目指していますので、ここまで聞いてくれたでしたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。